長政はなぜ裏切ったのか。どうする家康に学ぶ日本史。朝倉氏への恩義ではなく恩賞に不満。浅井長政は織田信長が朝倉氏の金ヶ崎城を攻め落とすと突然に裏切って信長の退路を断った。従来は長政が朝倉氏への恩義から裏切ったとされてきたが、実は原因は信長の恩賞への不満であったことが判明してきた。浅井長政がなぜ信長を裏切ったのかを詳しく見ていこう。京への上洛を目指す織田信長は、その道筋にある浅井長政に戦国一の美女と言われた妹のお市の方を嫁がせて同盟を結んだ。長政は信長の上洛や近江の六角攻めにも協力して兵を出している。対等の同盟関係だという意識が強い長政に対して信長は浅井家を家臣のように扱った。長政は信長の下では過酷な命令で働いてもろくに恩賞もないことに次第に不満をためていった。長く苦しい人質生活を経験した徳川家康とは違い、若い血気に流行る長政は信長何するものぞとの思いが強かった。従来は浅井氏は朝倉氏への恩義から信長を裏切ったとするのが定説であった。ところが朝倉氏が浅井氏の恩人だったという歴史的史実がどこにも存在しないのである。むしろ名将として知られた朝倉宗敵に過去に一度は浅井氏の居城小谷城を占領されたという事実だけが浮かび上がってくる。また一方の織田信長は多くの家臣に裏切られ、最後も明智光秀の謀反で命を失っている。敵に対しては警戒心の強い信長だが、一度味方になった人物にはなぜか油断するという欠点があったようである。信長は長政へは全く警戒心もなく朝倉攻めを実施した。そして長政が退路を断てば信長は袋のネズミになるという瞬間が訪れた。信長に常日頃から家臣のように扱われた不満がプライドの高い長政を突き動かした。そして信長はサイコパスだと言われるように、その言動には周囲の人々を異常な精神状態に追い込む魔力があった。若く血気に流行る長政は千載一遇のチャンスを前に、もしも信長を倒せば自分が天下を取ることができると短絡的に考えた。総動員しても3000ほどの兵士しか持たない自分が天下を取れる機会は今しかない。長政はついに織田信長追討の兵を挙げた。冷静に考えれば10倍以上の敵と戦うという無謀な行為だが、この時の長政は魔が差したとしか言いようがない。準備などの緻密さでは本能寺の変を起こした明智光秀が数段勝っている。危険を感じた信長は素早く危難を逃れた。この瞬間に浅井長政の天下を取るという夢も儚く夢の間からスルリと逃げてしまった。戦国大名であれば誰もが一度は天下統一という夢を見ると言われる。浅井長政も織田信長が金ヶ崎の軒口にいた一瞬にその夢を見たのである。しかし長政はその夢を実現するためにはあまりにも準備不足であった。
そのため、もしも浅井長政が織田信長を倒していたとしても、明智光秀と同じ末路を歩んでいたに違いない。